おはようございます。2024年5月の1日、今私はアメリカのニューヨークにいます。前回の動画の続きになります。昨日ですね、ニューヨークに3年ぶりに到着しまして、今2日目の朝ですね。で、前回の動画の最後にちょろっと説明したと思うんですが、今日1日、滞在がありまして、ニューヨークね、今はもう目の前にあるんですけど、ちょっとニューヨークのね、街の方には行かずに、逆にちょっと離れた場所にあるとある街に行こうと思います。そのとある街っていうのが、ペンシルベニア州のフィラデルフィアという、街に、行きます。そこがですね、知ってる人もいるとは思うんですけど、アメリカで一番、治安が悪いと言われてる街。治安がめちゃくちゃ悪い。凶悪犯罪が起きてる、連発してるような、エリアっていうのはいくつかあるんですけども、今言ったね、フィラデルフィアに関しては、ニューヨークから非常に近いというか、電車バスで使って2時間ぐらいなんですが、それぐらいの距離にもかかわらず、犯罪件数もすごい多くて、で、別名ゾンビタウンと言われてるんですよ。なんでそんな名前がついてるのかというと、薬物中毒者の人たちが非常に多いということで、もう街がね、もうゾンビで溢れ返ってるような映画の世界のような雰囲気があるということで、そういった汚名がつけられてるんですが、ここ最近、警察とかも頑張ってね、取り締まって、だいぶ改善されたとは聞いておりますが、実際、この2024年5月1日、現在ね、どんな感じなのかっていうのを、私もね、生でもちろん見たこともないです。今から初めて行くんですが、そう、YouTube とかね、ブログの記事とか、いろいろ見させてもらいましたけど、なかなかやばいですね。もう何本かそういう特徴をやってる人たちがいるんですが、私も自分の生の目で見てみたいということで、今からそちらの方に参上しようと思っております。ニューヨークの街の中をね、定番スポットぐるぐる回ったりとか、グルメをね、食べたりっていうのよりもですね、私が命をかけて街を巡ってる方が皆さん興味があると思いますので、観光動画は多分、検索すれば死ぬほど出てきますので、そちらをご覧ください。3年前も私やったんでね、今日はちょっと違う、方向で、ちょっとニューヨーク、ニューヨークではないですが、アメリカを見ていこうかなと、思っております。調べると結構ビビるようなことがいっぱい書かれてんだよね。例えば昼間でも一人で絶対に歩くなとか、荷物を持って歩くなとか、あとはすぐ逃げれるように、サンダルで行くなとか、ちゃんと靴を履いていけとか、あとタクシーもそちらのね、行き先を言うと、ちょっと断られる可能性もあるということで、なんかいろいろ、やばそうなこと書いてありますが、実際どうなのか、行ってる人もいるのでね、行けないことはないとは思うんですし、フィラデルフィアも大きい街ですので、その街全体全部がそうというわけじゃなくて、とある一部のエリアということなんですがね、これはどの街に行ってもあるんですけど、特にやばいということなんで、ちょっと実際に今からね、行ってみようかなと思います。その前に朝ごはん食べて、ちょっと準備してからね、ホテルを出ようかなと思います。それでこちらが今回の、朝ごはんですね。こちらのホテルもちろん朝ごはんあるんですけど、マリオットの特典でね、朝食無料にならなかったんで、近くのカフェに行くか、レストランでってなると、大したことないアメリカの朝ごはん。あれで5000円ぐらい、もっと取られる場合もありますね。なんでちょっと節約しようと思って、ご飯とか、缶詰とか、あとフリーズドライの、野菜しか入ってない味噌汁とか、持ってきました。で、これがね、私のチャンネルで前紹介したんですけど、トラベルクッカーって言って、電気でね、IH のちっちゃいやつみたいなやつですね。飛行機にも持ってける、やつで、ご飯を今お湯で温めてます。で、この温めたお湯でまた味噌汁を作るみたいな。だいぶ節約になりますね。4食分ぐらい持ってきたんで、今後物価の高い国、全部外食してると、味も飽きますよね。こっちのジャンキーなものばっかっていうのもあるし。だからそういう味変にもいいですし、節約にもなるということで、私はマリオットに泊まりながら、こういうことをやっています。昨今の円安の影響でね、こういう風に海外の物価の高い国に来た時に、少しでもということで、自炊する人多いと思います。こんな感じでご飯とサバの缶詰と味噌汁、野菜の味噌汁ですよ。できました。これ食べて、出かけようかなと思います。それでは出発します。今からとりあえずバスターミナルに行きます。ポートオーソリティバスターミナル。そこまでね、路面電車で、移動しようと思います。とりあえずトラムのチケット買いました。これに乗るんですけど、今行っちゃったんで、次のやつで乗りましょう。これに乗ります。
ということでオーソリティバスターミナルという場所に来たんですけど、ここからフィラデルフィア行きのバスのチケット買わないといけないですね。どうやって買うんだろう。あ、こっちか。とりあえず今からバスのチケット買うんですけど、全然わけわかんなくて多分ここのね会社のこれで合ってると思うんだけどな。多分これしかフィラデルフィアに行ってないんですよ。あとフィリックスバスもあるんですけど、ここのバスターミナル、オーソリティバスターミナルからは来てないんじゃないかな。わかんないな。ちょっとこれで買ってみますわ。ありますね、フィラデルフィア、ペンシルバニア州。買えそうですね。ということで決済もできてチケット買えました。9時35分発の11時35分 2時間かかるんだ。で多分電車の方が早いですね。であと席も決まってます。座席指定ですね。でこれで23ドルでした、片道。じゃあこれでもう終わりかな。なんとか行けそうですね。適当にバスターミナルうろうろしてたらベーグル屋さんがありました。うまそうですね。もう高くても買うか。ようやくニューヨークで本場のベーグルが食べれる。ここが有名店かどうかはわからない。ザローズというパン屋さんですね。1927年からやってんだ。ある程度有名なパン屋さんかな。ということで衝動買いしちゃいました。サーモンとオニオンとクリームチーズのサンドされた、トーストしてくれたベーグルですね。これでね16ドルですもう値段はもう考えない方がいいね。別に高いお店じゃなくてもこれぐらいするよ。やべえ、めちゃくちゃうまそう。これが食べたかった。すごいボリュームがやばいわ。めっちゃうまい。クリームチーズの量やばいね。サーモンもすごいけど。なんとか乗り場まで来れました。結構不親切なんで表示が全然なかったりなんか違ったりするんで聞くしかないですね。聞いて66番で今モニターも更新されて合ってたんで多分間違いないでしょう。地下ですね。トイレも一応あります。無料ですよ。お金は取られないトイレですね。はい、もうあとは乗ってくだけかな緊張しますバスはねこれ4の B って書いてあるから座席が多分あれかな、窓側じゃなくて通路側かな。おそらくフィラデルフィアに行くお客さん、今座ってらっしゃる人とか並んでる人いるんですけど、明らかにちょっとって感じですね。黒人の方も多いですし雰囲気が違いますね。これ決めつけかもしれないけどね、パッと見そんな感じがする。あとは海外でよくあること、特にアメリカだとはっきりしてると思うんですけども、こういうね公共バスとか、ローカルバスもそうですし、バスを使う人、バスで移動する人は一番所得が低い人が多いんですよ。その次電車飛行機とかなっていくと思うんですが、日本だと別にねそんなこと気にせず乗るじゃないですか。お金持ちの人だって別に電車乗るし、こっちはねもう明らかにお金持ちの人はバスとか多分乗らないと思います。なんかそういう風に聞きました。どうしてもっていう時は乗ると思いますけど、もう今並んでる人たち全員黒人ですもんね。そんな感じでなんか雰囲気がね、この今地下のホームに来ただけでガラッと変わりましたから、そういうのはあるんだと思います。別に危ないとかないですけどね、雰囲気が変わったっていうのはちょっとはっきり感じました。あともうこのねターミナルの中、地下に入ったらもう大麻の匂いしますね。さっき表ではしなかったですけど、いやーすごいな。ちょっとマジで緊張してきた。大丈夫かなこれですね。Thank you. すごいバスだ。座席は4の B。 バスの座席は4列シートかな。2列2列の結構ね狭いです。あとゴミ袋はあります。 Wi-Fi と電源があると書いてありますけど、電源は見当たらないな。はい、
早速ですね、私の横に私よりも多分体がでかくてお尻のでかい女性の方が座ってまいりました。私のねこの席の半分ぐらいまでお尻が来てる女性の人が、来ました。2時間なんで大丈夫です。通路側で良かったかもしれないな。もう反対側だったら俺もちょっときつかったな。バスは出発しました。乗客はね3割ぐらいですね。全然ガラガラですにもかかわらず、私の隣にぴったりと来たんですけど、もうこのバスはほぼ直行便なんですよね。ワシントン駅っていうところに1回止まる以外はもう終点まで一気に行くバスなんで、乗ってこないということで席を変わっていただいたというか、勝手に行きましたね。あとエアコンがめちゃくちゃ強いです。タイのバンコクのバスぐらいエアコン強いです。コンセントはここにありましたね。あれから2時間以上は経ったんですけど、もうあとちょっとでですね、フィラデルフィアのバスセンター着くんですが、最後の最後のね、なんか大渋滞に巻き込まれてまして、もうそれで到着時刻今過ぎてます。もうあと本当数キロで到着なんですけど、もうこの辺で降ろしてほしいぐらいですね。近くにもう地下鉄っていうかメトロの駅もあるので、ちょうど1時間遅れぐらいであとちょっとで、着きそうですね。長かったです。これは電車で来た方が良かったね。バスで3時間はちょっとかかりすぎなような気がしますが、運がなかったんでしょう。ということで到着しました。長かった。それでバス停から歩いて5分ぐらいの場所に地下鉄の駅があるので、それに乗ってケンジントン通りの方をね目指します。そこが一番やばいらしいので、別にフィラデルフィアのね全体街が全部やばいってわけではなくて、そこのエリアが特にやばいってことなんで、そこにちょっと行きますわ。全部初めてなんで分かんないんですけど、見た感じ普通ですね、この辺は。でも明らかにね黒人の人たちが多い気がするな。すれ違う人がほとんど黒人ですね。基本的にはね、夜駅とかね、やばいところには行かないようにっていうのいろんな国でもあるじゃないですか、治安が悪いっていう。昼間で一人で歩くなって結構やばいなと思ってるんですけどね。昼間ですからね。これですかね。これ乗り場なのかな。違うな、これ出口だな。こっちが入り口みたいですね、地下鉄の。やっぱ若干ねホームレスも多いな、よくよく見ると。とりあえず今1日券買いました。これデビットカードになってんだ、すごいね。はい、これでもう乗ってきます。多分今日しか使わないですけど、デポジットも含まれてて1日券で、10ドルでした。はい、これで、今日中であればバス、トラム、あと電車、この市内であれば乗り放題ですね。このブルーラインっていう地下鉄が一番治安が悪いらしいんですけど、どうなのかな。もうこの時点からやばいのかな。そんなことなさそうだけどな。すごいですね。もう電車の中、大麻の匂いすごいです。乗ってる人は黒人がほとんどですね。いやー、これロサンゼルスの地下鉄も思いましたけど、車内が大麻臭いとちょっとビビりますね。次の駅が先ほど言ったケンジントン通り、ゾンビタウンの、中心部にある駅です。そこから結構やばいみたいな
感じらしいんですけど、ちょっと気合い入れますわ。もう電車の中が大麻の匂いっていうのでだいぶビビってます。昼間ですからね。この真下の道がもうすでにケンジントン通りですね。ここが全米で一番薬物中毒者が多く凶悪犯罪が起き、昼間でも歩くなと言われている通り、今でもだいぶ改善されているということなんですけどね。とりあえず駅をね出ますわ。まだ駅の方が安全だと思うけど、もう駅が臭いですね。大麻となんだろう、おしっこの匂いかな、トイレの匂いというか、すごい臭い。やばいな、もう外でなんか待ち構えてるな黒人の人がめっちゃ大麻臭いです。過去一やばいぞこれ。とりあえず駅の外に出ました。おー、すごいすごいすごい。すでに物々しい感じになってます。やばいです。やばいな。警察の数もすごいです。なんだこの街ははい、ちょっと至る所に人が倒れてますね。やばいな。とりあえず普通の街じゃないことは駅を降りて5分で分かりました。やばいですね。この先も結構やばいですね。サンフランシスコの治安が一番悪いとことか去年行きましたけど、すいません、日じゃなかったです。こっちの方がやばいわ。すごすぎる。これ皆さん、これ全員薬物の人ですよ。これはちょっとやばいな。注射器がいっぱい落ちてる。もう言葉が出てこないです。普通にですね、昼間で道端で注射器売ってますね。ちょっと人通りが少ないところに今逃げてきましたけど、あれダメだ。もうあれ以上奥行ったらやばいと思う。
ちょっと映せなかったけど、ナイフ持ってる人とかいるわ、普通に。最新の注意を払ってですね、一応スマホで隠れながら撮ったんですけどダメだで、おまわりさんがね結構いろんなところにいるんで、僕にはね目が合うと会釈はしてくれるんですよ、おまわりさんが。だから優しいです、そういう部分では。普通の人には優しい。やばい人が多すぎるからもうすごい職質してるし、だからちょっとその辺は安心しました。おまわりさんがいるんでちゃんと守ってくれそう。みんなでかいしね、体が。で、若い男のムキムキのおまわりさんが大量にいますわ。ただ、警察の前でもね思いっきり、覚醒剤打ってますね。もう大麻の日じゃないわ。やばいね今までで一番こうやばいって言われた場所で見てきた中で一番やばいです、間違いなく。こちらのフィラデルフィア、ケンジントン通りで全然これで改善されてる方なのかな。2024年5月1日の様子ですけど、これはちょっと予想外だった。かなりリアルな様子を皆さんにお見せできたんではないかなと思いますけどね。ちょっと勇気を振り絞ってカフェに入ろうかなと思ったんですけど、一回入りました、店の中まで。カフェの中ね、みんな大麻吸ってた。ちょっとさすがにやめました。店の中で吸えるんだね。アメリカってなんか店の中ダメなイメージがあるけども、そういうルールも、ね、タバコも含めてね崩壊してるんだよね、きっとね。いやとりあえずこれ昼までこれですから、もう夜はとても来れないと思います。皆さんも多分行かない方がいい。治安が悪いっていうのは多分こういうことですよ。よくね動画を見てくれてる視聴者の方でも、同じく発信者の YouTuber の方でも、海外に行くと治安がと、騒ぐ人がいるんですけどこれが治安が悪いってことですよ、はっきり言ってね。僕はそう思いました。これは決して治安がいいとは言えない。ということで、こちらのフィラデルフィアのケンジントン通りは、こんな感じでした。全米で一番犯罪が多く、薬物中毒者が多く、ゾンビタウンと言われているのがよく分かりました。今から一旦戻ります。ニューヨークに戻ります。それでは帰りは電車でニューヨークまで戻ろうと思います。フィラデルフィアの街もねちゃんと見てみたい気持ちもするんですけど、すごく綺麗で都会だと思うんですけど、ちょっと今日はもう時間ないんで帰りますがどうしてもねゾンビタウンを見たかったんで来ました。すごい立派な駅ですね。アムトラックの、近郊電車ですか、それに乗ってニューヨークに行きます。ということでチケット買いました。何もね値段を見ずに適当に窓口でニューヨークに行くって言って片道くれって言って買ったんですけど、結構高かったの。110ドルするわ。そんなするんだ、知らなかった。バスだと20ドルぐらいだったんですけど、いいやでも1時間ちょいで着くからいいや、これで乗ってきましょう。何も考えてないです。駅がすごいですね博物館みたいヨーロッパの駅とはまたちょっと違いますけど、巨大で壮大ですね。それじゃあアムトラック乗ってきます。ということで車内入りましたけど、ほぼ満席ですね。相席です。ということでホテルに戻ってきました。結局もう1日がかりですね。もう19時です。はい、もう朝出発して意外と遠かったですね。朝早い時間に割と出たんですけどね。行きはバスが渋滞してて、帰りはアムトラックにしたけど街の中心からまたここに来るのもそういえば時間かかるんで、あんま変わんなかったかなっていう感じはします。今回はペンシルバニア州のフィアデルフィア、ケンジントン通りというね、全米史上最も治安が悪く、犯罪件数が多く、薬物中毒者が多いゾンビタウンって言われてるね、街。ニューヨークからだいたい3時間ぐらいあれば行けると思いますけど、ニューヨークの観光を全部捨ててですね、今日一日これに費やしました。最後の今日滞在なんですけど、正直ね、皆さんには絶対行ってほしくない場所です。私がこういうことやってるから私は行きましたけど、観光でね行くようなところでもないですし、
ちょっと単純にニューヨークで、ちょっと物価は高いけど、美味しいもの食べて、ヘラヘラ街でね、観光してた方が楽しいかと思います。ただ皆さんは僕のチャンネルを見るにあたって、そういったね、定番な観光とかよりも、こういう方がいいのかなと思って言ってるだけで変人なんで、皆さんはね、くれぐれも、行かないでほしいなと思います。特に女性の人とか、絶対やめた方がいいですね。自分でももうかなり、気を張り詰めてというか、久しぶりに緊張しましたもん。やばいかもしれないと思ってね。で、やっぱりちょっとあんまり映せなかったんですけど、武器みたいなの持ってる人がいたんですよ。ナイフは確実に見えたんですけど、なんか他に、何なんですかね、スタンガンなのかな、拳銃ではないと思うんですけど、そういうのをね、持って近づいてくる時があるんですよ。で、お金くれなんですよね、大体。お金くれか、まあ、なんか何言ってるかよくわかんないけど、近づいてくる感じ。で、なるべくね、自分の後ろに常に人がいないかとか、あと、おまわりさんが結構いろんなところにいるので、どこに、おまわりさんの方に何かあったら走っていこうとかね、考えながら一応取ったつもりでした。もっと奥の方までね、あるんですよ、実は。そこまで行ってもね、いいかなと思ったけど、まあ結局は同じだと思うんですよね。周りに中毒者の人たちがいて、汚くて、何叫んでるか分かんない人がいてっていう感じの通りがずっと続いてるっていうだけなんで、まああんまり奥まではいかなかったですけど、先ほども言ったと思いますが、私がいろいろ海外、日本を含めて、まあ、ある程度いろんなとこ行った中で過去最高レベルに、治安が悪いと思いました。まあ、雰囲気ですね。昼間であれですからね。なので、まあ、こういった、ね、ところが残ってるアメリカというか、まあ、日本じゃ当たり前ですけど考えられないですよね。まあ、他の国でもあんま考えられないことだと思いますよ。東南アジアとかアジア圏であれば。ヨーロッパも全部行ったわけじゃないんで分かんないけど、言葉では表せないようなね、ひどいところがまだあったりするんだなっていうふうにまあ分かってはいましたけど、実際に見ることができて、いろいろ経験ができて、自分としては収穫があったのと、大体ニューヨークから出発したバスの中でも、ね、フィラデルフィアに行く人たちの、まあ、雰囲気がちょっと違うなっていうのもね、動画の中で言ったと思います。感じましたし、着いた後のね、ケンジントン通りに行く、あの辺で、降りるためにね、乗った、メトロ、地下鉄が、もう中でね、大麻臭いとか、あともうちょっとラリっちゃってる人がもう乗ってるとかいうので、すごいなと思いましたね。とにかく。まあ、こんな感じで、実際ね、自分はちょっと命がけで今回行ってきましたんで、皆さんよかったらですね、温かいコメントと、また高評価もいただければ励みになりますので、よろしくお願いします。それで今回のアメリカ滞在の動画、これで終わりになります。シカゴ1泊、ニューヨーク、2泊ということで、3泊ね、短いようで長いような、長いようで短いような、明日こちらのホテルをチェックアウトして空港に向かってアメリカを出国して次の国へ向かっていきますので、その辺もですね、引き続き見ていただければと思います。まだまだ全然ね、このシリーズ続きますので、よろしくお願いします。一旦終わります。ご視聴ありがとうございました。